本日もお疲れ様です。トットお米チャンネルマイカです。やっほー。今回の雑談は何のテーマを語っていくかもうわかるよね。見えてるよね。こちら記念すべき動画なので、私の好きなこの紫色をテーマカラーにしたんだけど、今日暑すぎて用意したシャツを、これなんだけど、シャツがね暑くて着られなくて断念しました。もし寒い時期にこの動画を見ている人がいたら、ちょっと見た目が寒々しいですが、ごめんなさい。すまんな。あと耳の調子が相変わらずちょっとよろしくないので、声が低めなんですが、ささやき多めでやらせてもらいます。今日はよろしく。はい。本題ですが、この度ドットお米チャンネルは登録者数10万名様を突破しました。パチパチパチ。ありがとうございます。この銀の盾がね届いてから撮影しようかなと思ったら、申請するのも自宅に届くまでも思ったより時間がかかったので、かなり時差があるんですけど、10万名を突破後にすぐ気づいておめでとうって言ってくださる方もいて嬉しかったです。もちろん数字だけを目指してやってきたわけではないけど、 YouTube をやるんだったら生きているうちに銀の盾がもらえるくらいのチャンネルにしたいなって思いは強かったから、今この盾を持っていることはなんだか感慨深いですね。とはいえ正直なんか実感が湧いていなくて、この画面のね向こう側にそんな10万名もいるのかなって信じられないです。本当にいるのかな。いるの見てますか。チャンネル開設時からちょこちょこなんで YouTube 始めたんですかって聞いていただくことがあって、ずっと話そうって思ってたんだけど、タイミングを逃したので、この節目で語ってみようかなと思った次第です。ということで本日の米トークはこちら。チャララン。生きることを諦めた過去、 YouTube を始めた理由、私が描く未来の世界、その他雑談多数です。一つ目のトピックからなんか重めなテーマの雰囲気が漂っちゃってるけど、前提として今現在の私は昔の自分からすると信じられないほど前向きなんだけど、
らずして YouTube 解説をしたきっかけっていうのを語ることは難しいから暗い話もあるんだけど、それをね含めて今の成長した私なので、はい、キラキラ。今日のこの動画でどうしてそんな生まれ変わったように成長できたのかってことを全部は話せないけど、何時間になるかわからないから。でも例えば昔の自分と同じような悩みを抱えている人がいたら、その人に少しでもプラスになるような私の経験をお伝えしたいなって思うから、今後の動画もテーマをちょっとずつ分けながら、少しずつ成長の経緯というか、こうやって私は前向きに変わっていったんだよって話をしたいなと考えてます。そして何度か話したことがあるけど、私は撮影とかじゃなくてプライベートで喋ってる時はどちらかというと早口で賑やかなんですね。でも動画ではASMR っていうことでゆっくりと落ち着いて静かに話すことを意識しているので、内容だけパパッと聞きたい人は倍速とかね、早めに再生するようにして調整してみてください。いつも通り長めの雑談になる予定ですよ。よろしく。はい、では一つ目のトピック、生きることを諦めた過去。私は生きていく上で出会ったすべての人の出会えてよかった人になるということをビジョンにしていました。昔から人の役に立ちたいって思うような性格ではあったけど、明確にそのビジョンが定まったのは身近な不幸が重なったりとか、いろいろと後悔してきたのがきっかけです。YouTube のポリシーに引っかからないようにするために単語に気をつけつつ話すと、大切な人が自ら人生を終わらせてしまった時に、自分はもっと何かしてあげられたんじゃないかなと考えたんです。でも結局何もできなかったよなって思ってるうちに、次はよく遊んでた友達が自ら人生を終わらせてしまって、また同じことが起きたんですね。そしてまた少し経つと、今度は親友が白血病っていう病気になってしまって、2年間の闘病生活の末、お空へ旅立ってしまいました。大切な人たちが自ら旅立った時の私は、すごく悲しかったけど、それを通り越した気持ちというか、
泣いてもどうにもならないって頑張って自分を抑えていたので、涙は出ず食欲も落ちず、大食い選手かなってくらいめちゃくちゃ食べてました。だから友達にマイカが一番泣くべきなのに、辛いはずなのになんで泣かないのって、辛くないのって言われるくらいケロッとしていた記憶があります。でもさすがに立て続けにいろいろと起きすぎたので、親友が入院してからは本当に苦しくて、苦しすぎて消えそうでした。その頃の私は仕事もうまくいかなければ家族の問題も大きくて、友達のことも信じられなくなって、もう心が落ち着く時間がないっていう最悪な毎日だった。だから親友だけが自分のことを理解してくれて、本当に心の支えっていう感じでした。その親友は結婚したのが早くて、子供が生まれたばかりだったんだけど、その子が1歳半の時に病気になっちゃったから、子供と触れ合う時間も限られていたり、触れ合えない時間がすごく長くて、いつもなんでこの子が病気になったんだろう、私じゃなかったのなんでって思う日々でした。私は自分のことが嫌いで自信がなくて、毎秒めちゃくちゃ病んでいたので、親友がいつも励ましてくれて、こんなに優しくてたくましくてみんなに好かれるような子が病気で生き続けられないかもしれないのに、自分みたいな生きることに後ろ向きな人間が生き続けるっていうことが本当に意味がわからないって思って、毎日ずっと苦しくて、でもその子の前では絶対いつも明るくいようって決めてたから、たくさん笑っていつも通りふざけていて、でも日に日に弱っていく姿を見て、バイバイした後はいつも泣いて帰ってました。死っていうものがいつもすぐそこにあって、頭もぐるぐるしていたし、大切な人が人生を終わらせた場所は思い出の場所でもあったから、何度もフラッシュバックして動けなくなる日もありました。もちろん生まれる国とか環境によって差はあるけど、一生で一度あるかないかだと思う出来事が自分だけに繰り返し起こったっていう状況だったので、さすがに誰かに何かの試練を与えられているっていう
辛すぎる出来事を辛かったっていうだけで終わらせないために、起きたことに意味をつけるために、自分の生きる意味は一人でも多くの人の役に立つことなんだって思うようになりました。病気はお医者様にならないと治してあげられないけど、元気とか勇気はね、与えられる。だから自ら命を落とすことを考える人がいるなら、その人にとって明日が楽しくなるような、関わったらそんなパワーを与えられるような人間になりたい。そこから出会ったすべての人の出会えてよかった人になるっていうことが私の人生のビジョンになったんです。しかし自分の目指すその姿と自分の現実には差がすごくあって、他人から見るとそれを体現できてるよって言われても、自分が自分を好きじゃないっていうままだったから、変わらずに消えたくなる日々を過ごしてました。何度もね、生きるのを諦めてきたし、旅立った大切な人たちに、いや、まだこっち来るの早いよって何度言われたかってくらいね、諦めまくってましたね。昔からファッションが好きで、毎月お洋服を買うのが楽しみだったのに、何一つ物欲がなくなったし、食べることが一番幸せで、誰よりも食いしん坊だったのに、食べたいっていう感情もなくなったし、1ヶ月後の生きてるイメージができない日々が1週間後イメージできなくなって、毎日明日も生きるのかって、なんか太陽が昇っていくことに絶望してました。終わらせちゃダメだっていうのと、生きているのが苦しくてどうしようもないっていうことが永遠に頭も心もぐるぐるってしつつ、負けず嫌いだからこのままじゃダメだって思って、自分を変えることをいろいろ試しては折れるっていう日々でした。その間働く環境にはいろいろと変化があって、自分も少しずつ成長していって、世界でパンデミックが起きて在宅ワークが普及したり、誰とも会わない時間ばっかりになって、人との関わり方が今までと大きく変わって、そこから自分の人生このままでいいのかな、私は生きてるんだから何でもできるよ、やりたいこと、やれることもっとないかなって、またたくさんのことを考えたり、さらに細かく自分を分析するようになったんです。楽器を演奏したりとか、お芝居をしたりとか、ファッションを楽しんだりとか、自分
表現することは昔から好きだったから、何かを表現することで誰かの役に立てたらなっていう思いはね、もともとあって、そんな中おうち時間が長かったから YouTube をずっと見ていたら、自分もやってみたいなって興味が強くなってきて、特にあさぎーにょちゃんがみんなも YouTube やってみたらいいのにって動画を昔出してたんだけど、それをたまたま見返した時にやってみようかなって心が動いたの。でも過去の雑談動画で話したことがあるのを覚えてる人いるかわからないけど、私は本当にオフィスワークをしてきたのが嘘みたいに、初めは仕事でパソコン使うの死ぬほど大変だったくらいの機械音痴なの。本当に編集ソフトを使ってね、動画を作るっていうのとかもう絶対無理、もう無理よりの絶望的に無理くらい無理なことが容易に想像ができて、大変そうだなって思いつつ、初心を思い出して、健康な体と命があるんだから、無理って決めて可能性を閉じちゃうよりも、一旦やってみたらきっと何かが得られて、また成長できるよって自分に言い聞かせて、新しい挑戦をするために、出会ったすべての人の出会えてよかった人になるを少しでも体現するために、生きた証を残すために、過去の経験からこういった考えに行き着いたのが、私が YouTube を始めた理由でした。このパートめちゃくちゃ長くなるかと思ったけど、かなりはしょったから、短くまとめられた気がする。とりあえず強い意志があれば人生本当に変えられるんだってことを伝えたいですよ、私は。急に毎日ね、めちゃくちゃ絶望して消えそうだった私でも、生きることに前向きな人間に変わることができたし、すんごく機械音痴な私でも気合で編集ソフトをね使えるようになったし、この動画を見てくださってる中の一人だけにでもね、なんか勇気を与えることができたら最高です。はい、最高です。ちなみにYouTube を解説する際、はじめに ASMR というジャンルを選んだのは、私が ASMR に助けてもらってきた10年間があったからです。初めて投稿したあなたを作りますっていうロールプレイ動画のエンディングにも書いたんだけど、眠れない夜しかなかったから、眠れる音とか癒しスペース BGM とかで検索して YouTube でね聞いてて、後にASMR っていう単語を知りました。
何かね、動画始めてみたいなって。でも、やるとしたら何がいいんだろうって考えたときに、やりたいことはいろいろ思い浮かんだけど、根本は人の役に立つっていうことが思考でねあって、その上でせっかくやるならいつか10万人っていう数字も達成してみたいし、それならどんなジャンルがいいかっていうのを分析をして、でずっと自分が助けてもらってきた ASMR に挑戦しようと決めました。 ASMR を知ってからの10年の間にも何度か ASMR やってみたいって気持ちになったことはあったんだけど、じーっと静かにタッピングをし続けたり、ささやき声でこうやって話し続けたり、ロールプレイでカメラに向かって一人で演技をしたりとか、そもそも私は自分の声が好きじゃないから、自分には絶対できないって思ってやってこなかったの。だからいざやってみようって思って機材を買ってからも、いやこうじゃないんだよなとか、思った感じにできないなとか、違う違う、いや全然ダメだって毎日ね頭を抱えていたし、過去の私は弱すぎたから、編集ソフトとの戦いで何度もね涙を流してた動画投稿するたびに投稿したくない病が出てきて、後悔してもすぐ消したくなっちゃうのは今も変わらないんだけど、で、何度も心が折れそうになりながらチャンネル開設まで至って、でしばらくしてからロシアとウクライナで戦争が始まって、で戦争って今でもね世界では起こってるんだよなって改めて認識したら、テレビを見るたびに心がギューってなって、そしたらその戦地からあなたの ASMR をリスペクトしてますって、あなたの作る ASMR は他の人と違うものがあるけれど、それはとても素晴らしいことですってメールをくださった方がいて、そこには普通の生活が送れることの素晴らしさも綴ってありました。戦争で辛い思いをしている方々の心に少しでも何かを届けられているっていうことを知って、頑張って動画投稿を始めた意味があったなって感じたし、これからもより多くの方にたくさんのパワーをお届けできるようになりたいって思ったし、とにかく世界が平和であってほしいなと強く願いました。私が描く理想の未来は、みんながみんなを思いやれる世界で、
人それぞれ価値観が違うし、持ってる正義があるから、それはすごく難しいっていうことも分かってる。じゃあそれを置いておいたとして、他に人が人を思いやれないのってなんでかなって考えたときに、たくさんの理由はあるけど、余裕がないってことって大きいなって思っていて、じゃあその余裕、心のゆとり、余白が生まれるように、今あるモヤモヤっていうのを落ち着かせたり、思考を整理したりとか、気持ちがほわっとね、温まるようなお手伝いを自分ができたらなって。優しさって連鎖するので、本当に。これはちょっと長くなっちゃうから、またいつかね話したいんだけど、とにかく優しさっていうのは自分に返ってくるから、誰かに優しくされたら、その人に返すだけじゃなくて、自分も違う人に優しさを与えると、どんどんねそれがさらに広がって、本当に世界が平和になると私は思ってるんだよ。だから思いやりと優しさってちょっと違うことではあるけど、その優しさが最終的に誰かの心に余裕をもたらしたり、思いやりにねつながると思うの。私はもともと自他ともに認めるネガティブ思考で、自分のことが嫌いで自己肯定感皆無っていう人間だったんだけど、今こんなに自分に優しくしようって思えたり、自分を認めてあげられるようになってきたのは、みんなの存在がね大きくてちょっとジェスチャーが変だけど、みんないつもなんか優しいコメントとかたくさんくれるでしょ。でこうやって画面の向こうからたくさんの優しさをもらって、私は私に優しくしてあげようってできるし、その積み重ねで心にね余裕を持つことができるようになってるから、さっきの話につながるよね。つながったよね。うまくつながったと思う。はい。私のチャンネルについて描く未来は明確にはないんだけど、もともと ASMR 以外の動画も投稿する予定でチャンネルを開設したから、いつか他のことをやるチャンネルっていうのも、作りたいなっていう気持ちはある。いつかね。当初はこのチャンネルにASMR だけじゃなくていろんな動画を投稿する予定だったから、チャンネル名にも ASMR っていう単語はつけてなくて、それが ASMR のメインのチャンネルになって、 ASMR の中でもロールプレイだけとか
テゴリーをね分けた方が、チャンネルをこう作ってね、カテゴリー別のチャンネルっていうのをした方が、登録者は増えるよなとか、伸びる動画をアップし続けた方がいいよなとか、登録者数だけを考えたらいろんな方法はあったと思うけど、私は登録者数だけをこうめちゃくちゃ伸ばすよりも、届けたい思いとか自分らしさを大事にしたいって気持ちの方が大きかったから、チャンネルとしては勢いがねすごくて、伸びが早いわけでもなく、応援する側からするとちょっと応援しがいが弱いかなって思うけど、それでもね、今もこうして視聴してくれるというか、変わらずついてきてくれるみんなには感謝してます。本当に。その人の好きな動画、興味のあるものがおすすめされるっていうのが YouTube の仕組みだけど、私の動画をきっかけにこんなジャンルも見るようになったよとか、ロールプレイ動画しか見なかったけど雑談動画でとっても心が温かくなったよとか、こういうことが知れてよかったよとか、私を通して興味のないものに触れて、それが人生のプラスになるような何かになるなら、これからもそんなチャンネルを目指したいなという感じです。はい、10万人っていう節目だから話したいことがねたくさんありすぎたんだけど、語り始めると終わりが見えないから長くなりすぎないようにとこう意識したらね、なんか伝えたいことが伝えきれたのかわからなくなってきた。とりあえず辛いこともね死ぬほどあった人生だったけど、生きててよかった。本当に苦しかったことも私には全部必要なことだったし、無駄なことは一つくらいはあったかもしれないけど、ほぼなかった。きっとまだね、全然うまくこう前向きになれない日もたくさんあるんだけど、でも自分のね人生で今の自分が一番好きだよって自分に言ってあげたいし、今までねありがとうって過去の自分に言ってあげたい。感謝を伝えてあげたいなと思います。小学生にね戻ってやり直したいとか、生まれ変わって違う人生を送りたいって毎日後悔ばっかりして生きてきたけど、今は不思議なくらい後悔することが過去に一つもありません。正確には後悔なんて探せばたくさん出てき
しません。探さずに前だけを見て私は進みます。私は私に生まれて家族にも友達にも舞津のみんなにも出会えて本当によかった。最後に初投稿動画は朗読だったので、2本目に投稿した雑談動画の内容を一部抜粋して初心に帰って読んでみようと思います。生きているといろいろなことがあるじゃないですか。辛いこともたくさん起きます。でもそれを経験してる自分は成長中なんだって、乗り越えた先には一皮むけた自分がいるって信じて生きてほしいんですよね。ただ一人で乗り越えるのってとても大変なので、こうやって画面越しでも何かしらのパワーをお届けできて、それが癒しでも元気でも笑いでも何でも良いのですが、それでより皆様の明日が素敵な日になったら私はすごく幸せで、ちょっと語彙力がなさすぎて伝わらないかもしれないんですが、それが私の思いです。なので自分が助けてもらってきた ASMR もですが、 ASMR 以外でも様々な自分の姿を通してそんな思いが皆様へ届いて生きる力にプラスされたら本当に本当に嬉しいですし、それが私の生きる力にもなります。チャンネルを開設してあっという間に3年以上の月日が経ちましたが、今読み上げても私の思いは初めと変わっていないし、これからも根っこの部分は変わることがないと感じます。これは銀の盾とともに YouTube さんから送られてきたメッセージです。初めてのチャンネル登録者を覚えていますか？ 100 人目は1000人目はどうでしょうか？誰がね登録をしてくれたっていうのは確認ができないので、どの人っていうのはもちろんわからないんですけど、私は初めてコメントをくださった方のお名前もアイコンも、2人目の方のお名前もアイコンも、初期からずっと変わらず応援してくださる方のことも覚えてます。ありがたいことに今はコメントをたくさんいただけるので、全員は覚えられなくなっちゃったけど、去年くらいまではなるべく前回どういうコメントをくれてたかっていうのを思い出して、次コメントをくれた時にお返事するっていうことを心がけてました。海外の方だと
私の慣れていない言語でのやりとりで覚えづらいから、自分がどんな返信をしたかすぐにわかるようにメモの機能に一言に日本語の文と翻訳した文っていうのをメモしてました。膨大なね量だったので、言語ごとにメモを分けて、A さんからコメントが来た、この人は英語だからここのメモの中のあった前回はこんな会話したんだなみたいな感じで、確か3年目くらい、3年目に入ったくらいでちょっと追い切れなくなっちゃったのでやめたんですけど、今考えるとよくやってたなって自分でも思います。接客業をねやっていた時にお客様を覚えるっていうことは意識していたので、そこのなんかプロ意識的なものがここにも現れたのかなと。私の家族も特にマイマミーはコメントをねよくくださるマイズさんなら覚えてます。なんかこんなコメント来てたねってたまに言われて、そう誰々はこうでねってなんか友達のことを説明するみたいに私が話すこともあります。とにかくそれくらいね私は覚えてます。はい、配信者さんみんなそんな感じだと思う。意外とねみんな記憶してるものですよ。今はもう追いつけなさすぎるから頻繁にリアクションをいただかないと永遠に記憶するっていう自信はないけど、でもそれくらいみんなのことをいつも思ってるからね。だからこれからもみんなの役に少しでも立てたら幸せです。はい、世界中の一人でも多くの方の今日や明日を素敵にする小さな点となるのが私の夢です。今日の動画もみんなの中の小さな点になれたらいいな。自分の変化してきた経験が誰か一人にでもねプラスになったら嬉しいな。なれるかな。今自分が何かと戦っている人、自分のことが好きじゃなくて辛い人、変わりたいって思う気持ち、そういう強い意志があれば絶対に乗り越えられるから、人生に起こるすべてのことには意味がある。どんなに苦しくても辛くても、そのすべての点と点をどんな線にしていくか、それは自分で決められる。でも一人じゃ前に進めないことたくさんあるから、私のこうした発信で少しでも癒し、元気、笑いなどなど何かしらのパワーを受け取ってほしいです。
互い支え合って一緒に成長しましょう。SNS のフォローやメッセージ、 YouTube のチャンネル登録、動画の再生、高評価や温かいコメント、引き続きみんなの応援パワーを私も待ってます。改めまして10万名のマイズの皆様、本当に本当にありがとう、ありがとう。これからもよろしくね、よろしくね。皆様に少しでも癒しをお届けできますように、ゆっくり眠れますよ